走っている場所もすごい景色を見ただけだとすごいのどかな雰囲気に思えるんですけど、武装化した自警団の人たちが潜んでいたりだとか、武装勢力による村の襲撃が起きて70人くらいの民間人の方が亡くなるっていう。アフリカ大陸の中央にある国、コンゴ民主共和国。その東側は世界最悪の紛争地と呼ばれることがあります。私は2023年9月、コンゴ東部を10日間かけて現地取材しました。しかし2025年に入ってから現地の情勢は一変します。私が滞在していた地域も今では反政府武装勢力に制圧され、外国人が決して近づけない危険地帯になってしまいました。この動画は今ではもう見ることのできない当時の現地の様子にナレーションでの解説を加えたドキュメンタリーです。今回お届けするのは南キブ州第2の都市ウビラを出発し、州都ブカブを目指す旅の記録です。実はこのルート、2025年に反政府武装勢力が侵攻のために南下してきた道でもあります。彼らが通ることになるその道を逆にたどり北上していきます。どうも皆さんこんにちは、原寛太です。今日はこれからですね、7時間から8時間くらいかけてかなり悪い道を移動していって、コンゴ東部の南キブ州の一番大きい州都であるブカブという場所に向かいます。道中もですね、武装勢力による誘拐事件などがたびたび起きているような場所を通っていくので、もう正直ちょっとね、不安もたくさんあるんですけれども、ドイツをね、自分にはなかなかコントロールできないので、とにかく現地の方の話を聞いて道中の安全を祈りながら移動していきたいと思います。小川さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日これからどういった場所に移動するんでしょうか。今いるのがウビラというところで、ウビラから、このルージジ高原っていうのがこちら側山があって、ルージジ川っていうのが流れていて、ここがブルンジとコンゴの国境沿いを流れる川なんですけど、その川沿いにずっと北に上がっていってルブンギ村というところに行きます。でそこはそこも紛争の影響と、水害洪水の影響を受けていたところで、山あいのところに降った雨がこちらに下に降りてくるとタンガニーカ湖という大きな湖があって、ここに水が流れてくるんだけれども、山に降った雨がいきなり鉄砲水のように流れてくるので、ここに水路をこの、2年前から作っていて、でその水路がちゃんと活用されている、ちゃんと機能しているのか壊れていないのかということを見たり、過去にこちらの貧困層の女性たちのグループでチーズとか牛乳を生産する協同組合をこちらでサポート作ったんですけれども、その彼女たちの施設に今ちょっと新しい販売所を設置したので、その販売所の、どういう状況なのかっていうのを見に行くと、私たちの南キブ州の事務所があるブカブ市というところに6時間ぐらいですかね、かけて、山を越えていくので結構時間かかるんですけども、そちらに向かっていきます。道中の道はすごい悪いですか。コンゴの中でいうと比較的まだ通りやすい道、ただ舗装されている道ではないので、なので当然山あいの道で舗装されていないので、かなりゆっくりと、おそらく30キロ20キロ30キロぐらいのスピードで通っていかないといけない道なので、日本の人からするとかなりそうですね、悪路だと思いますね。道中で武装勢力による誘拐なども起きたことがあるみたいな。そうです。この辺り一帯やはり紛争が今もまだ続いている場所でもあるので、武装グループが村を襲撃したり人を誘拐したりっていうことが発生している場所でもあるので、そこはもうこっちに来る前から我々も事前に情報をかなり収集して、今回この時期、今日この日移動するのは安全、100% 安全というのは言い切れないんだけれども、そういった状況がないということを確認しているので、なので今日移動します。はい、ありがとうございます。じゃあ今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。現在地は南キブ州第2の都市ウビラ。ここから北北西へ約120キロ、南キブ州の州都であるブカブを目指します。私たちがこれから進むこのルート、それは2025年反政府武装勢力 M23 が制圧のために南下してくることになる、まさにその進行ルートです。私たちは今その道を北上していきます。今
ウビラの街の中を移動してるんですけど、もうすごいカオスって感じですね。道が舗装されてないからすごいもうガタガタ道で、撮影するのも本当一苦労ですし、交通ルールみたいなものもう本当に全くないような感じなので、久しぶりにこんなカオスな国に来ましたね。今走っている場所もすごい、景色を見ただけだとすごいのどかな雰囲気に思えるんですけど、ちょっと山あいの方に行くと、武装化した自警団の人たちが、潜んでいたりだとか、時々武装勢力同士の争いがちょっとこう山の方で、行われたりとかするエリアみたいで、7年前にもですね、武装勢力による村の襲撃が起きて、70人くらいの民間人の方が亡くなるっていう事件が起きた場所もこの近くにあるみたいで、その慰霊碑もあるみたいなので、ちょっと、映像だけでも撮影できたら撮影しようかなと思います。この辺りまだ武装グループが活動していたりするので、車でこう通っている時にこうカメラを持っている外国人なんかを見たら、その先、何キロか先に待ち伏せをして、そのカメラを持ってるってことを発見した武装グループのメンバーが別のメンバーに連絡をして何キロか先で待ち伏せをするっていうことなんかも。私たちがウビラから北上する途中で通過したムタルレという村。道路脇に虐殺と書かれたひときわ目立つ慰霊碑が立っていました。ここでは2014年、ある一夜にして数十名の住民が武装勢力に虐殺されたのです。犠牲者の多くは教会に避難していた女性や子供たちでした。一見するとのどかな景色の中に消えることのない深い傷跡が刻まれているのです。ウビラを出発してからだいたい1時間ぐらい経ったんですけど、このコンゴ東部を移動していて印象的なのが軍人の多さですね。数キロに1つとか2つとか必ずチェックポイントがあって、軍服を着た軍人の方が立っていて銃を構えて、道行く人たちや車を見ているっていう光景をよく目にします。でやっぱりこの地域一帯が、ずっとこの銃弾が飛び交っているような紛争地域ではないものの、いろんな武装勢力がいて、100以上の武装勢力がいるというふうに言われていますけど、いわゆる紛争地域なので、いろんなところにですね、政府系の軍人の方が、一応セキュリティチェックという感じで、いろんな場所で、構えている。やっぱりちょっと緊張感が走るなっていう感じですね。ウビラから1時間半ぐらいですかね、かけて北の方向に向かってやってきました。もうめちゃめちゃずっとガタガタ見ちゃったんで、かなりしんどかったです。この辺りは過去にですね、大雨が降った時に鉄砲水が起きて地元の人たちの家が一気に流されてしまったような、そういった自然災害が起きた地域でもあるみたいで、ここでも今同行しているテラネッサンさんが支援の活動をしているということで、活動についてちょっと見させてもらおうと思います。How are you? Asante sana. Hakuna Matata. 今いるのがルブンギという場所です。この地域一帯は比較的他の場所に比べると安全なエリアみたいなんですけれども、近年なんですか、その大雨が降って鉄砲水が起きて現地の人たちの家が流されるみたいなの最近増えている。2020年の4月にかなり大きな7万人ぐらいが被災する大きな洪水があって、それからほぼ毎年のように、なんかやっぱりそれは現地の人たちのその、家がものすごく脆いから、それもありますね。そのインフラがもともと整備されてないの中で、この街の中でその排水するシステムが整ってない、インフラが脆弱っていうのはやっぱりその紛争とかの影響があって行政とか機能してないみたいな、それはありますね。この地域っていうのは断続的にこう襲撃があったり、住民が
殺害されたり、そうすると当然、我々の援助機関も入れる場所、入れる時っていうのは限られてるし、開発も進んでなくて、インフラもこういう脆弱な状態のまま、そこに昨今特に気候変動の影響は大きいと思うんだけれども、近年起こっている洪水っていうのはかなり規模が大きくて、数万人単位で、人々が被災したり移住を強いられたりするっていう状況が起こっているっていうのが、今いるエリアはすごい経済的に貧しいエリアであることは間違いないんですけど、こんな感じで、これはお店につながっているやつですけど、ソーラーパネルですね。こんな感じで日中は太陽光を集めて、でこれで電気を発電させて、この、お店にですね電気を供給しているみたいです。 They pay some money here and they can charge here。 ここでお金をいくらか払えば充電ができるっていう、充電スポットですね。中には家に電気がないっていう方もいるので、こういった場所で充電することができるみたいですね。This is a charge telephone shop。 ケーブルとかスマホのカバーとか持ってますね。If I charge my telephone for 30 minutes or for 1 hour, how much? Pale kuipiko hiyo tala. Pesa na simu yako? $0.2. $0.2 for 30 minutes? Yeah. 30 minutes. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you very much. Merci beaucoup. Yeah. Thank you. Asante. How are you? Fine. I'm fine. Merci. Fine. Merci beaucoup. Oui, oui. 結構カメラ回すの怖いかなと思ったんですけど、意外とこの辺は全然回しても大丈夫です。現地の人たちも外国人の人と話せるのが嬉しいみたいで、通訳の方曰く街中とかやっぱりカメラ回すの怖いんですけど、比較的田舎の方はこういう撮影をするにはすごいやりやすいなって感じてます。What is this? Kalanga. Karanga. How much? 500 500 franc. Congo franc. 30円ぐらいです。How much do you earn one day? Kwa siku moja inafatana na gisi niliuzisha. Do you go to school? No. No. Because he has to work. Why you cannot go to school? Kwa sababu nilikuwa na makai. He can't buy uniform and book. Thank you. Merci beaucoup. Let me buy this one. Yes. Merci. 今映っているのがテラルネサンスによって建設された水路です。この地域一帯で、大雨が降った時に、この画面の奥の方に映っているこの山の方から濁流というか、洪水が流れてくることがあるみたいで、今まではこういった水路もなかったので、インフラが十分に整っていないので、大雨が降るとこの水が道路をガーって流れてきて、それが現地の人たちの家を押し流したり、中にはそれによって命を失ってしまう人たちがいたみたいなんですけれども、この水路をですね建設したことによって水がここを通るようになって洪水の被害も大きく減ったそうです。Roger, can you take? No problem. Your hand is long. Hakuna matata. 今ここにですね1500メーター、今私がいるところから山あいに向けてですね1500メーターぐらいのこの水路を作って、でその水が大雨が降ってもこの水がですね向こう側に大きな川があるんですが、その川にこの水がですね流れるように水路を今作っています。でただこういう工事はですね、大きな機材を使わずに、地元の方々、この地域っていうのは紛争の影響もあれば、もともと貧困でもあり、でコロナで特にその失業してしまった人がたくさんいるので、できるだけ地元の方々に仕事の機会を提供するということで、これまで約600名ぐらいの方々にこういったインフラを整備する仕事を担ってもらって、地元の人々が自分の村のそのインフラを整備するという、そういう取り組み、そういうプロジェクトを行ってきました。Ça va. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis japonais. Je m'appelle Kanta. Je m'appelle Masumbuko. Oh, Masumbuko. You work for Terra. Oui, Terra. For Canal. Canal Terra. OK。ここの水路を建設されている皆さんですね。Merci beaucoup. Merci. Thank you very much. Kanta. Thank you. Merci. Thank you. Thank you. Karibu.
ここはどういった施設ですか？この地域の特に女性たち、仕事がない女性たちで、シングルマザーの女性であるとか、あと国内避難民の女性であるとか、女性たちが仕事ができるようにということで、この地域っていうのは牛を飼っている人もたくさんいるんですけれども、ミルクを販売したり、そのミルクからチーズを製造する、そういった技術訓練をして、それを受けた受益者たち、その女性たちがですね、協同組合を作ってもらおうということで支援をした施設で、5年も経つんですが、もう今はもう彼女たちだけで自律的にこのチーズ作りであったり、その販売のビジネスをここでやっています。この地域というのはその牛飼いの人たちと、地元の人たちが昔から対立していたり、紛争があったりということで、この地域にいる牛飼いの人たち、主に隣国のルワンダとかブルンジから来た人たちとコンゴにいた人たちの間の関係性を作ろうという意味においても、彼女たちはその牛飼いの人たちがミルクを買って、それをもとにチーズを作ったり、ミルクをパッケージングしたりして販売してるんですけど、それをすることで両者の関係性を良くしようっていう、そういう狙いもあって始めたプロジェクトになります。この地域でチーズとか乳製品っていうのはニーズはあるんですか？そうですね、ニーズはすごくあって、ここがブカーブという大きな都市とで、ウビラというもう一つ大きな都市の間にあるんですけれども、ウビラというところに持っていってもその牛乳とかチーズを買いたい人はたくさんいるんですけれども、それに対する需要が追いついていないということで、牛乳チーズの需要はすごくあります。How is your business here? Tunapoteza vitu inaharibika, maziwa inaharibika juu hakuna baridi. So she says the business is okay, a little bit fine. They have a lot of customers. There is a big demand for milk, but then they have a challenge. One challenge is that they lack a transportation, and the milk comes from very far. So by the time the milk arrives here, some milk has gone bad, some is good. Okay. Yeah, so they lose a lot of milk due to transportation. Okay. And also when the cows has no grass, so as you see even now, I think the grass is very little, so the milk is very little, yet the demand is very high. How much is her income 1 month? Kutokana na gisi banauza, kama banauza mzuri najikuta kumwezi. It depends on the sales. When the season is very good, when they have enough milk and customers are coming, they can sell up to $300. The season is low, no milk, then they can get $150 profit. Do you like your work? Kazi yako naipenda? Naipenda. Ndio. Thank you very much. Thank you very much. Ça va? Asante sana. Hakuna Matata. You wear Mickey Mouse. Mickey Mouse. This is Mickey Mouse. みんな水汲みをしてますね。ここで。でも水道があるので。サバ？サバ。ハクナマタタ。ハクナマタタ。How are you?サバ。サバ。ハクナマタタ。ハクナマタタ。この施設はどういった場所ですか？ここは4年前に建てた小学校なんですけど、この地域もすごい貧困地域で、もちろん紛争の影響を受けている場所で、それで子どもたちのその学校がないっていうことで、普段はあんまりこういう学校の建設っていうのはメインではやってないんですけど、あの時はどうしても緊急的に作ろうってことで、これは国連機関の UNDP という国連と共同で、国連機関のファンドで作った学校になります。そもそも学校自体がこういったコンゴの田舎の方にはもうないんですか？建物自体。学校自体は大体あることはあるんですけど、あまりにもこの子供の数が多すぎて、で教室にも入れないから2交代制で午前中は低学年で午後、中学年高学年みたいな形で教室の数がやっぱり足りてなかったり、あと学校の先生が都市部は比較的学校の先生も仕事しやすいんだけど、村の方に行くとやっぱ生活基盤がないので、学校の先生の宿舎がないと
先生が派遣できない。なので教育に関しては政府もほとんど予算を出してないので、なのでもう民間のこういった私たちのような NGO であったり、学校の運営に関してはもっと問題が深刻で、こういう学校建設っていうのは比較的 NGO とか援助団体が学校箱物は作るんだけれども、でも学校を運営していくのに当然お金が必要なわけで、そういった部分をやっぱサポートする援助っていうのはかなり限られているので、だから大体学校に1回入学できてももう1年生の途中で学費が支払えなくて退学しちゃうっていう、小学校入学する子どもは多いんだけれども卒業する子は極端に減る。それはやっぱり学校の運営費っていうのが結局子どものお父さんお母さんも保護者がやっぱり負担しなきゃいけないっていう状況があるので、そうするとどうしてもお父さんお母さんが貧困で仕事がなくなったりすると、まずはやっぱ学費から削っていくので、食べるものをやっぱ優先せざるを得ないので、なので学校ができた後のその学校の修繕とか学校の運営の経費とか、その先生たちのその労働環境を整えるとか、そのあたりの部分がもう今後でほとんど公的な資金はないに等しい状況なので、だからやっぱ子どもの教育っていうのは非常に厳しい状況にありますね。なぜコンゴの政府はこれほど劣悪な教育環境を放置しているのか。その背景には根深い構造的な問題があります。まず、コンゴの首都キンシャサとコンゴ東部はあまりに離れすぎています。その距離およそ2000キロ。飛行機で移動するほど離れており、文化も言語も異なるため、中央政府の統治が隅々まで行き届かないという現実があります。加えて、国全体に蔓延する汚職により、地方への限られた予算も途中で消えてしまうことがあります。さらに追い打ちをかけるのが治安の悪さです。私たちが今いるエリアも紛争地域であるため、政府の役人はおろか、海外の支援団体さえも容易には入ることができません。物理的な距離と終わらない紛争。この2つの壁に阻まれ、最も支援を必要としている人々のもとに救いの手が届きにくい構造となってしまっているのです。Can I introduce you on my video? Okay. This is Rogers, a staff of Terra Renaissance. Hi. My name is Roger, Project Administrator to Terra Renaissance, Okay. DR Congo. DR Congo. Yeah. And this time he helps me translate Yeah. from English to local language. I make effort to help Kanta. Yes. We are together. Thank you. Merci beaucoup. ここは隣国のルワンダとの国境付近の町でして、ようやくお昼休憩という感じで現地のレストランに寄っているところです。現地で食べている食べ物とか飲み物とか簡単に紹介できればと思います。今日は朝出発してから実はほぼ何にも食べてなかったんで、もうお腹ペコペコというかもう疲れましたね。今からちょっとここで食事かな。Do they have Coca-Cola? Very cold one, please. 現場のストレスで甘いもの飲みたくなりました。How much? How much is this one? 2,000? $1. OK。約$1らしいです。結構しますね。めちゃくちゃうまい。すげえ冷えてる。今現地のレストランでヤギ肉を注文して焼き上がるのを待ってるんですけど、気づいちゃったんですけど、ヤギのちょん切られた頭が飾ってありますね。お肉も冷蔵庫とかで置いてあるわけじゃなくて、そのまま外気にさらしちゃってます。今現地のレストランで注文したのが、これがウガリ、トウモロコシの粉を、粉末状にしてそれをお湯で練ってヤギの肉、ゴートミート。What is this one? This is cassava leaves. キャッサバリーブス。コンゴとかブルンジとかルワンダとかで食べられるみたいですね。ちょっとせっかくなんでヤギの肉食べようと思います。火通ってるから大丈夫らしいです。いただきます。衛生面が心配なんですけど、味は美味しい。ヤギの肉ってやっぱちょっと癖があるんですよね。ハエがすごい、獣臭が強い。食感はビーフとそんなに変わらないんですけど、匂いがやっぱちょっと人によってはね、きついなって感じちゃうからね。続けてキャッサバリーフも食べてみようと思います。ウガンダでは食べたことないんで、ちょっと人生初めてです。食べてみます。いただきます。キャッサバリーフ is okay. It tastes okay. It's okay. Natural. なんだろうな、表現が難しいな。ほうれん草をかなり細かくしてちょっと硬くしたような感じの食感にピーナッツペーストの味付け。味は全然悪くない。
食べられる。This is local kitchen, not kitchen. Washing dishes. OK。ここでレストランのお皿とかスプーンとかフォークとかそういったものを洗ってるらしいです。Does he also work here? タバ So you work here. You work here. ここで働いてるみたいですね。How old are you? 12. OK。メキシ僕。こういう場所でレストランのお皿とかを洗っています。I met a boy who speaks English very well. 今ですね、英語めちゃめちゃ上手に話す現地の人に会ったので、ちょっと話を聞いてみたいと思います。How are you today? I'm fine, and you? I'm fine too. Your name? What is your name? You can call me January. January? Yes, in Okay, English. January 君。Okay, how old are you? Donc 19 ans, je peux parler. 19. Why can you speak English very well? Where did you learn? In the class. In the class? Yeah. High school? High school, yeah. High school. How is your life here? My life is so bad. I need to go in university, but I need people to give me one support to go in university. Okay. The challenge is money to go to university. Yeah. I have not money. I need it. What do you do right now? Do you have a job? Do a job. I sell the beer, water, juicy, selling. Yes. Okay. Yeah. How much is your income one day? In one day, I can 2,000 francs. Yeah. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you very much. Okay, thank you. 私たちがこの日にランチを食べた町カマニョーラはコンゴ、ルワンダ、ブルンジの国境地帯に近い町です。私が訪問した2023年9月頃には緊張感はありつつも国境を行き交う人々の活気があり日常が続いていました。しかし2025年に入ってから反政府武装勢力 M23 の動きが南キブ州にも広がり、このカマニョーラ周辺も緊張が一気に高まりました。国境の町だった場所がいつ戦線になってもおかしくない空気へと変わっていったのです。あの時私のインタビューに答えてくれた青年は情勢が悪化した後も無事に生活しているのか、今はただ彼の無事を祈るばかりです。ということでローカルレストランでの食事も終わったので、このままあと4時間ぐらいかけてコンゴの南キブ州の州都であるブカブという場所に向かいたいと思います。道中ね、誘拐事件とかもたまに起きているようなちょっと危ない場所を通っていきますので、くれぐれも安全に気をつけながら移動していこうと思います。断崖絶壁で落ちたらまず死にますね。この道の壮絶さが伝わってほしいと思って頑張ってカメラ回してるんですけど、やっぱりところどころに軍服を着た軍人の方が立っているんですよね。この地域一帯が、一応は紛争地域なので、武装勢力がどこかに潜んでいる可能性もゼロではないみたいなんですよね。なのでところどころチェックポイントみたいなところにですね、軍人の方が座っていて、で突然現れたりするので、カメラ撮影していてもパッと下に隠したりする必要があって、かなり大変ですね。まだ山道を揺られ続けてるんですけど、雨が降り始めちゃいましたね。雨が降るとさらに道が悪くなってぬかるむ可能性もあるので、最悪なのが、タイヤがスタックしちゃってぬかるみから抜け出せなくなるっていう状態ですね。当たり前のようにこの辺はもう街灯もありませんし、夜にこの辺りで立ち往生することになったらもうどうなるか、もう想像もしたくないです。
すっかり完全に暗くなっちゃいましたが、ようやく私たちが今いるコンゴ東部南キブ州の州都、一番大きい都市ですね、ブカブに到着しました。暗くなっちゃったので自分の顔を撮るので精一杯ですけれども、ちょっと街の雰囲気はもう今日は撮影するの難しいかな。また明日以降時間を見つけてブカブの街のレポートについてもやっていきたいと思いますが、今日はこのままブカブの中でセキュリティがしっかり確保されているホテルに向かいたいと思います。とりあえずなんとかこのまま無事に到着することを祈ります。ということで、無事にブカブに到着しました。なんとか何事もなく到着できて本当にほっとしてます。いやでもね、疲れました。長かった。めちゃめちゃ道きつかった。今回私たちが通ってきた道は、特に夜間になると、今でも武装勢力によって村が襲撃されて、現地の人たちが虐殺されたり、金品を奪われたりするっていうことが今でも時々起きている場所なので、暗くなってしまいましたが、夜遅くなる前にブカブに到着できて、ほっと一安心しています。今日はね、夜遅くなっちゃって、ブカブの街中の映像とかほとんど撮れなかったので、明日は一日ブカブに滞在して、今度はブカブの街の中の映像とか、これから行く今後の地域でマラリア関係の支援活動をしたいと思っているので、その買い出しをしたりとか、明日も忙しくなりそうですが、とりあえず今日は無事にブカブ到着できましたので、ゆっくり休んで明日に備えようと思います。南キブ州の州都ブカブ。私たちが到着したこの日、2023年9月の時点では、まだこの町は戦火に飲み込まれてはいませんでした。しかし、2025年2月頃、事態は急変します。武装勢力 M23 による事実上の制圧。さらには、刑務所からの集団脱獄が発生し、街中で略奪が横行するなど、現地の治安は一気に悪化しました。もともと強盗などが多発する緊張感のある街でしたが、今の状況はその比ではありません。次回はそんな大規模な混乱に陥る前、かろうじて日常が保たれていた頃のブカブの様子をお届けします。今後の現実を見逃さないために、今のうちにチャンネル登録をよろしくお願いします。最後に一つだけお知らせをさせてください。今日の動画を見て今後の現状に胸を痛め、自分に何ができるだろうかと考えてくださった方へ、私はシナジーというオンラインコミュニティを運営しています。ここにはアフリカに関わるメンバーが多く、テラルネッサンスの小川慎吾さんを招いて勉強会を開いたこともあります。大きな問題の前で無力感を感じることもありますが、一番大切なのは関心を持ち続けることだと私は思います。もし一人で抱え込まず共に考えたいと思ってくださる方がいれば、ぜひ概要欄のリンクからホームページを覗いてみてください。あなたのご入会心よりお待ちしています。ということで、今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。